おかしいな。알지. 모를 리가 없지.ねえ知ってる？ゆかさんのお宅、旦那さん今度転勤するらしいわよ。そうなの？どこに？それがアメリカなんだって。だから単身赴任か家族ごと引っ越すか悩んでるらしいわよ。日本国内だったらあれだけど、外国なら子育てとかの面で引っ越すハードル一気に高くなるもんね。そうよね、大変よね。はい。静かにしてもらってもいいですか？僕今勉強してるんですよ。僕のこと見えませんでした？何ですかいきなり。いやだから今僕勉強してるじゃないですか。そんなの横にそんな大きな声なんか談笑されたら集中できないじゃないですか。僕の言葉の意味理解できます？いや、ここフードコートですよ。フードコートだから談笑してもいいじゃないですか。そんな勉強したいなら図書館でも行けばいいんじゃないですか？いやですね、とある研究によると人が一番集中できる雑音の大きさって70デシベル程度って言われてて、で人ってその70デシベル程度の雑音だと、例えば抽象的思考とかあと創造的思考を司るその脳の働きが刺激されて一番集中できるんですよで図書館って50デシベル程度って言われてて、逆に静かすぎて集中できないんですよね。でその反面こういうフードコートとか、カフェテリアとかってちょうど70デシベルぐらいで勉強に最適なんですよ。でちょうどいいぐらいの雑音があるから僕ここで勉強してるんですよ。それにしてもおばさんたち声が大きすぎっすよ他の場所になんか移動するとかっていうのが配慮が欲しいなっていうふうには思いましたちなみにおばさん方の出身高校ってどこですか？今私たちの学歴関係ある？ないよね。別に関係はないですけど、実は僕中央大学を偏差値70に通ってるんですよあんた何言ってんの？そんなの関係ないじゃない。夏美さん大丈夫、ここは私に任せて。へえ、君すごいんだね、賢いんだねそうなんですよ。で僕今日本史勉強してて、僕中
中央の法学部か、早稲田の法学部か、慶応の法学部目指してるんですね。っていうのも、自分やっぱ小林家の長男だから、やっぱ小林家支えていかなきゃいけないですし、ママとパパに、達は、僕の名前、下の名前、達明って言うんですけど、達は弁護士か、検察官か、裁判官になりなさいって言われてるんで、勉強頑張ってるんですよ。へえ、そうなんだ。小林くんはすっごい真面目で勤勉なんだね。すごいね。今小林くんは高校3年生？いや、僕はまだ2年生ですよ。今すごいね、勤勉って褒めてくれましたけど、別にずっと勉強してるわけじゃないですよ。やっぱ、ちゃんと効率いい勉強するために休憩とか入れてますよ。でもやっぱ、ね、休憩中もやっぱなんかためになるような休憩の仕方したいんで、YouTube で、若手 TV とか、年収チャンネルとか見て、自らを鼓舞させてます。あ、そうなんだ。頑張ってる頑張ってる。偉いね。だからちょっとごめんなさいね。もう一度ちょっと声のボリュームを下げてもらうか、どっか行ってもらえるとすごいありがたいです。なんで今写真撮ったんですか？中央大学高校2年生の小林達明くんね。今撮った写真とともに学校に通報しとくね。フードコート内は勉強禁止って張り紙が貼ってあるのにもかかわらず勉強して、見ず知らずの人に向かって、おばさんとか言ったり、静かにしろとか言ったりして、不快な対応をしてきたってね。あ、情報を集めるためにわざと褒めたりしたのね、美咲さん。すごい。いやいや、すごくないよ。でもこういう子って、その場で話し合っても拉致開かないから、学校とかに通報するのが一番なのよね。美咲さん、怖い。わしから一言。レイク、ご利用は計画的に。お前に言う資格はねえ。くせえな。じゃあメイクやっていきます。じゃあ雑談しながらしよう。酒はクソってまずみんな喋ってない。トークテーマ酒はクソ。マジ悪循環だと思って酒って二度と飲まない。飲み始めるとさ、ずっと飲んじゃうじゃん。なんかしかもなんか煽られるじゃん。もう飲まないのみたいな。そう思うとさ、すごいムカついてきて、まだ飲めるのマジでゲロ吐いちゃってさ、ずっと疲れる。でも2時間睡眠で仕事行ってそれもなんなんて、なんかずっと洗濯物しない絶対これ看護師の仕事じゃないと思うよ。ずっともう洗濯物しかできなかった。なりましたね、これですね。だからね、これね、なおちゃんもみんな使ってるこの V3 ファンでですね、こちらを塗っていきたいと思います。これマジよくない？誕生日にあげたんだっけ？なんかツヤ感半端なくない？なおちゃんこの後何塗ってるの？パウダー。わかる。パウダーの時としっかりカバーしたい時はなんかファンド塗ってるの、うちは。それの上にファンで、このファン出てきやん。鏡忘れちゃったっつって。
チューニングずれてんだよどうぞ。ありがとう。カモ太郎。そろそろ食べない？やることもないからリカちゃん恋愛に日頃の風景でももしもし僕ですキャボでいらっしゃいました。いやもう今いいけど全然意味が分からなくてみんなおかしいです。でも僕もおかしいです。教育の音楽のシーン番組に参加できなかったって感じのバンドやってて楽しいですよ君やなって笑ってる。今からせっかくでもポーズしますから優しく抱きしめてくれませんか？なんで笑ってるんだ？笑顔に自信があるのか？もう全然俺話聞いてる。どうなってんだ？そうだ才能があるはずなのにないのはなぜなのでしょうか？あなたが何者でもないからね。そうだ破滅的な歌しか歌えないのはなぜなのでしょうか？自分に自信がないからね。やめろやめろ。そうだ母から唯一無二と言われてます。In this lesson, I'm going to try and clarify some of the terminology involved in learning the banjo. Hopefully an understanding of the terminology will help avoid any confusion that the beginner might encounter when learning the basics. Firstly, let's talk about the strings and how they're referred to. Often the strings are referred to by their musical pitch. So a high D string is the D string that is higher in musical pitch. Physically on the banjo it's actually lower, that is it's nearer the ground. But make no mistake. Firstly, let's talk about that is higher in musical pitch. Physically on the banjo D string, sometimes roll pattern. Some banjos have more, some have less. In this way, 2, the G string in the middle is 3, the fat D string is 4, and the short G string is 5. In this way we can describe roll patterns. A forward roll will be 3, 2, 1, 3, 2, 1. An alternating thumb roll, for example, will be 3, 2, 5, 1. 3, 2, 5, 1. Once you have this idea down, we can talk about frets. The frets, or metal wires inserted in the fingerboard, are also numbered, starting with the nut as 0. Then we count up from there, 1, 2, 3, usually ending at 22. But some banjos have more, some have less. If we finger a D7 chord as shown, then my index finger is placed just behind fret 1 and my middle finger just behind fret 2.
Sometimes chord diagrams are used to show how a chord should be played. This is just like a little picture of the fretboard, showing where to put your fingers. This is D7. This is C. Numbers are also used in music terminology to refer to the degree of a scale, but that's for a later time. That brings us to tablature. Tablature is the banjo player's music notation. It's particularly used by banjo players because firstly it's easy to learn, but also because on the banjo there are often many ways of playing the same note, and the tablature helps resolve that confusion. It also lets us see the picking patterns a bit easier. The 5 lines of the tablature represent the strings of the banjo, string 1 at the top and string 5 at the bottom. Here is the tablature for a forward-backward roll played over the open G strings. It sounds like this. If we finger a D7 chord, the tablature for the same roll pattern looks like this. It sounds like this. You can see the fret numbers are used on the tablature to show where to finger the chord or where to finger the strings. The same roll pattern over a C chord looks like this and sounds like this. A completely fingered C chord looks like this on a chord chart, and you can see that the roll doesn't play the note on the low D string. For this reason, we don't always have to finger every note of the chord if the picking doesn't require it. So we can simplify the C chord here to just 2 fingers. This is always the scenario in banjo playing. No point in fretting notes that aren't being played. Tablature also allows us to read the timing of the notes, which for beginners are usually in 4/4 time, meaning that we count 1, 2, 3, 4 for each bar or measure of music. A lot of banjo music uses 1/8 notes though, so the count becomes 1 and 2 and 3 and 4 and.
Here's an example where the count is 1 and 2 and 3 and 4. Thank you. 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2. Sometimes we leave out certain notes to change the count slightly. Here's an example where the count is 1, 2 and 3, 4 and. Alternating the bass. 1, 2 and 3, 4 and 1, 2 and 3, 4. Here's another example where the count is 1, 2 and 3 and 4 and 1, 2, Often you'll see that banjo tablature has a 2/4 time signature. This is because a lot of bluegrass music is pretty fast and the feel is more of a 2/4 pulse. We count this 1 eander, 2 eander, 1 eander, 2 eander, 1 eander, 2 eander. Still 8 notes to the bar, but it's easy to say fast. So when we're going fast, there's a lot more to timing and I'll cover it elsewhere. But for now though, you can just use the examples I've given here to get by. Tablature can also show the right hand or picking hand fingers to use. T represents the thumb, I the index finger, and M the middle finger. Here's an example from a more complicated melodic run. Quite often the fingers of the picking hand are reasonably obvious, so they're left out to keep the tablature simple. Where the picking hand differs from standard, I will usually point this out and explain. So tablature allows us to notate banjo music with a simple system that's easy to learn and easy to understand. We'll use it a lot in the coming lessons. For more great beginner banjo lessons, go to markwardle.net/beginnerbanjo. 街を作るってみんなの暮らしを作ることなんだ。街とあなたと次の物語を。東京建物。
イティブクラウドが今なら学生教職員だけの特別プライス。フォトショップやイラストレーターなど20を超えるアプリが使い放題。さあ始めよう。